私です。今日も京都テレベル1異物なし縛り。今回は救いの機種。前回ボコボコにされたから今度こそリベンジを果たすわ。早速行きましょう。味方は全員復讐者。私の顔に隠れてるけど村はあり。異物なし確認 OK。いきなり3日目。武器もタリスマンもアイテムも万全。狙われも2人持ち。さあ行くわ。おっと前座では狙われいらないわね。あると安全だけど時間かかるからね。被弾しないのであれば捨てた方が早い。問題は全滅させる前にちゃんと回収するってことね。どうやら残り少なくなったみたいだし回収しに行きましょう。場所は、大体は覚えてるはず。あ、味方が察してピン立ててくれたわ。助かる助かる。はい終了。何気に狙われ2つ持ち込むのは初めて。影役は味方の白い方の復讐者さんね。私の呪霊鈴と黒復讐者さんのクロスボウで削りきれるかどうか。呪霊鈴はできる限り距離取ってから鳴らしたい。あ、一旦狙われ捨てて。おっとアーツで救助してくれたわ。ただしこのクロスボウ、拾い直すべきか。集団戦法諦めて3回した方がいいような気もする。でもそうだとしても今は拾い直した方が良かったわね。捨てるのなら安全確保した後からでもできるし、もう遅いけど。ほわ。カリボン強化。よかった、いや良くないかも。そっかこれ姿見えなくなるから味方の方に。幸運を祈る。てか捨てた狙われ味方が拾ったみたいね。私が影役になったというわけか。でもあんまり良くないかも。現状一番火力出せるのが鈴持ってる私。こうなるなら捨てない方が良かったわね。よはっ。ちょっと集中攻撃多すぎじゃない？これでとてもじゃないけど持たないんですけど。影役はこんな状況で戦わないといけないのね。前回の戦いの味方がむちゃくちゃよくやってくれていたことがわかるわ。そしてまた影変更。やっぱ火力役するには呪霊鈴じゃないと厳しい。クロスボウだと着弾まで早いからすぐ影を取ってしまうからね。しばらく回避に専念してたら味方が合流。どうやら他の個体はおとなしくなったみたい。味方が殴ってくれるけど火力は控えめ。これだと一体削り切るので夜が明けちゃうわ。そして影変更。ということはつまり2体目が起動。さらに狙われのせいで影が私に戻る。そうして集中攻撃状態になるというわけね。ダッシュ付きならまだかわせるからいいんだけど問題はこれよね。無理だってアーツ切ります。だよ。これされるとマジでどうしようもないのよね。追尾もエグいから遠方からでも脅威だし。とりあえず味方と距離離しまくってみた。しばらく単独戦闘できてるけどこれでどうなる？でも2人とも狙われ持ってるのよね。これやるならもはや持ってる意味ないから捨ててくれた方が嬉しいんだけど。伝える手段がね。この戦法で行くなら3日目始まる前に捨てる。いやそもそも出撃前に周知するべきだったわ。狙われ2枚の集団戦法と狙われなしの3回戦法。とりあえず狙われ持っておけばどっちでも対応できるからと思ってたんだけど、そううまくは伝わらないわね当然だけど。ありゃ？あ、救助か。大丈夫そう？とりあえず FP の回復でもしてよ。1対1なら問題ない。このスタミナでも戦えるように調整は済ませてきた。あ、味方が合流しに来たわね。普段なら嬉しいんだけど今回に限っては。タグ変わったわね。ということは次はこいつ。でも近くでジャンプ連撃は怖すぎる。はわ。あべべ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 。そう、ジャンプ連撃に気を取られて5億年ぶりに食らったわつかみ。ナイス救助。救助後は危険極まりないからもうアーツねここは。ちょうど3ゲージの味方もいるし。おわ。ほら来た。もはや誰が誰を狙ってるのかさっぱり。地獄絵図よ。アーツがなければ3回は死んでたわ。そうしたらまた小康状態。からの影変更。からの2体目起動。これじゃどうやっても安定化は無理。なんとか味方に伝える方法はないものか。うわやばい。神回避。
SP 自体はそこまで問題んで。ちょっと安定したと思ったらすぐこれ。まあ今のは味方のピンを見逃してた私が悪かったわ。やはり二人とも狙われまだ持ってる。味方のアーツで復活。なんだかんだで粘れてるのはアーツのおかげね。やっぱ15秒不死というのは大きい。危険状態を脱するには十分な時間だわ。そしてようやく1回目の合体。ここでなんとか糸を伝えようと頑張る復讐者さん。このピンだけで伝わる？なんか伝わったかも。狙われ捨ててくれたわ。よくわかったわね私の言いたいことが。合体形態は何も問題なし。あれ今見たらまた拾ってる？あ、また捨てた。そしてまた拾ってるわね。やっぱ伝わらなかったか。仕方ないけど。その後も同じように戦って同じように影変更。そして同じように2体目が。いやその前にあいつが戻ってきたわ。いや2体目持ってる。これは無理。勝てるビジョンが見えない。はい。これはダメね。完全に先方の敗北。私のせいね。狙われの扱いについて事前に取り決めておかなかったのが悪いわ。ピンだけで伝わるはずもない。あとこうなるならせめて狙われは私が持っておくべきだったわね。何回かやってわかったけど狙われと呪霊鈴は極めて相性がいい。タゲ取る前に相当数の呪霊をばらまけるからダメージ出しやすいのよね。狙われ2枚持ちなら火力役は呪霊鈴2人がベストか。気を取り直して次行きましょう。今回は狙われなしでいこう、ということを周知したわ。一旦これでどうなるか試してみましょう。あとちょっと録画設定ミスで画面右側と下側の端が切れてるわ。しばらくこれだけど我慢してね。まあ右側は普段から私の体でほぼ見えてないから問題ないだろうけど。さあ行きましょう。今回はムラなし。味方は復讐者さんと執行者さん。で2日目夜。成功が4つしかないのがまずい。攻撃命中時 SP 回復プラスには一応あるけれど、なるべく SP 節約しないといけない。なのに夜ボスは血の君主。ちょっときついわね。せめてクロスボウがあればよかったんだけど。ウィキに書いてた遠距離大弓歩かせ戦法。初めてやったけどこれかなり有用ね。ほとんど何もさせずにひたすらうろうろさせ続けることができるわ。まあレベル不足武器だからダメージはほぼないようなものだけど、第2段階では使う余裕はないかな。で第2段階。こいつの HP って実質絶対夜ボスだと1位よね。なけなしの SP で幻影やり破壊。でも火力も全然漏れてないから1本壊すのにもかなり段数必要ね。厳しすぎる。1本壊すので精一杯か。瀕死も出てるし出し惜しみはしてられない。後のことは後で考えるわ。2連で使っちゃったー。だから1個使ったらすぐ鈴に戻せとあれほど。痛恨の2連成功で残りもう2つ。これじゃ血の君下押すにも足りるか怪しいんですけど。2回目の幻影あり。今度はフレイルで壊す。いや火力低すぎ。何発殴らないといけないの？これじゃ1本すら間に合うかどうか。呪霊1発だけ撃ってなんとか破壊。一応フレイルだけでも1本なら間に合いそうだけど、あまりにも余裕がなさすぎる。とりあえずもう全力で血の君削るしかないわ。ちょっと試しに大弓戦法。SP 回復も兼ねてね。やっぱ大弓の影取り性能すごいわね。一発当たれば大体すぐこっち向いてくれるわ。第2段階でも歩かせられるっぽい。意外といけるじゃないこれ。幻影あり。そうだったわ。こんな遊んでる場合じゃなかった。味方と協力して1本を削る。これが正解ムーブかな。ちゃんとセレン出して削らせるのも有効。ただそれができるのは味方1人がおとりしてくれてるからこそね。普段はファミリーはおとりに使わないといけないから。さすがに2本は壊しておきたい。いやでももうサークル3つ。このままじゃ間に合わない。できちゃったし。ボボ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 今圧使うべきだったわね。2本目やり破壊に最初から鈴鳴らさなかったの含めて判断ミス。成功を惜しみすぎたのが遠因ね。途中の大弓もそうだし。
血の君主に集中するつもりが集中しきれてなかったということだわ。次。村なし。味方は追跡者&執行者。道中計り承認で上決の項目なし。これだけでホッとするわ。また2日目夜まで飛び回す。HP 最大時カットアップ2つに攻撃命中時 FP 回復プラス2。村なしの割には悪くない。ただ FP はさっきより少ない3個なのは不安。でもその不安を打ち消してくれるのがこの多数の危険ね。18秒ごとに無料展開して252ダメージ。レベル1だとでかすぎ。それに無料どころか攻撃命中時 FP 回復も乗るからね。これ持ってるだけでかなり FP は余裕出ることでしょう。デーモンの王子が異常に雨の中でビーム打ってくる件について。レベル1だから雨が痛すぎるんですけど。ここは圧使うしかないか。執行者さんが阻止してくれそうだったけど信じきれずに使っちゃったわ。まあいいでしょう。他に急場面もないし。思ったんだけどあいつが雨の中行っちゃうのは位置取りが悪いのね。ターゲットからバックジャンプするわけだからこちらが中心にいようとするほど敵が円外に行きやすくなる。考えてみれば当たり前だけどなぜか今まで考えたことなかったわ。まあレベル高ければ別に円外行っても聖杯一本で済むしね。だからこいつを円外に行かせないためにはなるべくこちら側が円の外側近くに位置取った方がいいってわけね。覚えておくわ。無事討伐完了。成功消費ゼロ。危険最強。3日目。成功も結局ポーチマックスまで詰め込めた。危険もあるし FP 切れはないでしょう。さあ行きましょう。FP 回復できるしもう鈴鳴らしちゃっていいわね。あ、アルックルイビ。2日目夜潜在で取ったんだった。一応鈴とのシナジーあるわね。威力は低そうだけど。当然無被弾で第2段階へ。成功譲ってくれてるけどまだいらないわ。さて本番。味方はしっかり左右に切ってくれた。私は真ん中か。できれば味方にはしっかり距離を取ってほしい。真ん中の私にはどうすることもできないからね。あれ？そっちから来た？なんで？誰も狙われもしてないし兵と買うような行動もしてないのに。まあいいか。ここからは実質ソロプレイ。だけど味方の位置に気を配らないといけないからむしろソロより難易度高いわ。当然敵体力も多いしね。この3連撃は一番の攻撃チャンス。密着鈴鳴らし2回入れましょう。頑張れば3回いけるけどちょっと危ない。方向にも極小ダメージあるからね。連続回転斬りはしっかり3撃目をローリング。からの威撃メロリ。今までは後ろ疾走でなんとかしてたけどレベル1でスタミナ足りないからね。ハルバード連撃も疾走だとちょっとスタミナが怪しい。ローリング回避安定ね。これで1体目終わり。追い避けるな。でも事例戻ってきたって当たらんのかい。連撃途中に危険で削り切る。やっぱ頼りになるわ。さてどっちに行くべきか。ひとまず一旦真ん中の方へ。次はあいつね。他の個体の位置が近い。ちょっと危ないか。一旦距離取りましょう。またハルバードか。避けるのは問題ないんだけどハルバードの連撃だけ攻撃タイミングにできないから美味しくないのよね。おっと執行者さんが起きたか。集中攻撃警戒で一旦攻撃はストップ。してるわね。ここはアース。で目の前で収まるんかい。アースキリゼンじゃない。そうだ次。でもアクティブは変わったわね。アクティブ交代前は投降することが多いから周囲の叫び声に発言中。ある程度距離が近ければ突然アクティブ変わることもあるから油断してはいけないわ。たとえソロでもね。このジャンプ3連撃は実は休憩ポイント。狙われてる間は自由に動けるから周囲にカメラを向けて状況把握に努めましょう。ロリ回避する以外はどう動いてもいいからロックオンしててもカメラ動かしやすいのがいいわね。本当はノーロックで回避できるのが一番いいんだけど、姿見えてないとどうしても回避に不安が残るから私は無理。ノーロックだとちょうどジャンプしたハルモニアの姿がカメラから消えちゃうからね。今のが分裂個体で最も危険な攻撃。中距離での爆速発生ダッシュ武器。あれはマジで判定の発生早いから見てから避けるのは至難の技よ。ある程度来ることを予測しておく必要があるわ。具体的には中距離より近くで敵の正面にいるときね。この時は敵が動いた瞬間ローリングするくらいでないと回避が間に合わない。でも大事なのはむしろダッシュ機を打たせないこと。あれは正面にいる時しかやってこない。つまり常にハルモニアの後ろを取れるようにすることが大事。
具体的には敵の攻撃はできる限り敵と交差するように避けること。これを徹底するだけでほとんど爆速2連付きを使われなくなるわ。ダッシュから来るやつは除いてね。さて出向者さんが落ちたからそこのスペースを有効活用させてもらってる。でも今起こすとまたどうなるかわかんないから一旦スルーで。救助するならせめてアーク溜まって緊急回避できる状態じゃないとね。でもこのペースならアーク溜まるより先に1回目の合体が来そうかな。ジャンプ3連撃後の鈴は本当に密着してないとダメ。弾速遅いから少しでも離れてると当たるのが遅くなって方向でダメージカットされるわ。とか言ってるうちに1回目の合体。この位置なら先に救助できそう。よしオッケー。あれ？てかハルモニアなんか変な方向向いてるわね。これはラッキー。なんかよくわからない挙動してるけど多分救助した私狙いなはず。よし最後はいつも通りね。地面衝撃波もガードでオッケー。そっち行くの？誰もいないんだけど？後波ジャンプ久しぶりにするわ。よしよし大丈夫だった。これも攻撃判定はかなり遅めだから焦らないことが重要ね。無事3人生存で乗り切れてよかった。そしたらまたソロプレイの時間、と思ったんだけど、敵が来ない。最初に位置を話しすぎたか。こうなると実質狙われ持ってるのと同じになるから危ないのよね。敵の感知範囲内に入ると2体から集中攻撃食らいかねない。食らった経験がある。ちょっとしばらく距離離したまま様子見するか。しばらく待ってたらようやく来てくれたわ。やっぱああなった時はじれて近づかず待ちに徹するのがいいのかな。それより味方落ちたからまた集中攻撃警戒ね。でも今回は相当距離離してるはずだから大丈夫だと思うはず。死んだ？あ、カリボン長か。そういや取ってたんだったわね。味方追跡者さん一人に全てを任せて自分は拠点攻略してたから忘れてたわ。そっかだからか。第2段階開始時にハルモニアが味方の方から来たのは多分これが発動したからね。さてどうしましょう。また手持ち無沙汰になってしまった。まあしばらくしたら戻ってくるでしょう。ようやく来た。まあそれだけ距離離せてるってことなら悪くないわね。味方ともそれに他の敵個体とも。さっきはこの槍連撃で回り込みが甘いせいで被弾したから今度はしっかり回り込みましょう。あ、味方が。これで完全ソロ戦闘。でも集中攻撃は来ないよね？距離的に。それでも怖いからしばらくは攻撃やめて警戒モード。アークあるから集中してもとりあえずはなんとかなるけどね。どうやら来なさそうなので戦闘継続しましょうか。さてここからはどうするか。次の合体は HP 割り。まだまだ遠いわね。削りながらちょっとずつ味方に近づきましょう。可能ならアークで救助。とりあえずようやく1体目を処理。先は長そうだわ。2体目。3体目。順調ね。味方が離れてたのもあってこっち側に個体が少ないから戦いやすいわ。4体目。危険最強。成功消費がまだ2個で済んでるのも危険命中で FP 回復できるのがでかい。さて味方のところにたどり着いたんだけど、ここでアーク使うべきか否か。おっと奥のやつの攻撃ってるわね。他の個体が使うときはしっかりカメラを回すのが大事。今アーク使うのが安定なんだろうけど、あとちょっとで次の合体までいけそう。やばい。セーフ。いや突然の集中攻撃は反則じゃない？てかさすがにアーク切るべきでしょ。何をやってるのこの人形は。合体まで行けばアーク温存できるとかそんなこと考えてる場合じゃないんですけど、今の集中攻撃考えても。やばいアクティブ変わったか？これは危険、アーク切るわ。結果的に目の前の個体は非アクティブ攻撃のやり飛ばしだったから大丈夫ではあったんだけどね。結局合体までいけないならなおさらアークは絶対さっさと使っておくべきだった。救助で敵の動きがどうなるのかが不安だけど、とりあえずは大丈夫そうかな。味方もすぐ距離離してくれてるっぽい。やべ武器見てなかった。セーフ。あ。出血スリップだね。いやエグいって、今半分残ってたのに一瞬で溶けたんだけど。あれ実質ガード受けで格殺になるのか。スリップの方は割合ダメじゃないってことね。でも奇跡的にちょうど形態変化。これなら救助もしてくれるはず。中堅が真っ先に私の元に来てくれたわ。ありがとう。礼拝もまだ4本ある。回復には困らなそうね。まあ死ぬ時は一瞬だからあんま関係ないかもだけど。
人やられちゃった。あの地面先行はフレーム回避不可だからね。少なくともローリングだと。ジャンプするかなり前から安全な位置をしっかり確保してないと格殺されるわ。さて今度は開始からちゃんと来てくれた。ってなんか後ろにもう一体見えるんですけど。あっぶな。なんで私なんか悪いことしました？よしとりあえず収まった。本当にこいつらの挙動は、未だに完全理解からは程遠いわ。残りミリならこのレベル不足武器でも、24ダメは儚すぎるけど今は十分。最初に2体が襲ってきたせいで倒した後の休憩ができない。さっきのやつとの距離も取りきれないし面倒なパターンね。とりあえず復活した後はすぐ一発やり飛ばししてくるからまずはそれを回避ね。なんかそこにももう一体いる。おかしいな。結構距離取ってると思ってたのに。そっちに飲みたい？まずい。完全に囲まれてる。そっちに抜けようと思ったらご丁寧にマップ端にも。これはまずいです。なんとかしてここから脱出しないと。この場所じゃとても攻撃する余裕がない。それでも危険なおかげで割と削れるのは神ね。敵の正面に出てはいけない縛りのせいで移動も制限されてるのが辛い。一旦倒しきって動き止めるのが正解か？わからんけどとにかく向こうに抜けるわ。それは悪くない。カメラ回して敵の位置確認。やばい兵庫やりだしてる。セーフ。あでもまた一人に。やべまたアクティブ交代。ここは一旦アークで。よしなんとか切り抜けられた。さっきのところに敵が溜まってるならこっち側にはそんなにいないはず。時計回りで味方の方向を変えましょう。よし、ようやく安定してきた。歩き狂い火もたまに役立ってるわね。よろし。さすがにこの戦いにも慣れてきた。横槍さえ入らなければやられることはないわ。この調子だと温まって味方のところ行くより前に次の合体一投かな。勝てるわ。前回の4連敗をしっかりソロで潜って練習したからね。今の私に資格はなし。このまま待望の初勝利へ。およ。なんで今のは勝つ流れだったじゃーん。回転切りの距離感を見誤ったわ。ダッシュ付きの後は好き少なめだから基本攻撃しないんだけど。そこを欲張ったのが延々ね。それでも微妙な距離ならちゃんとローリングするべきだったわ。チェーンして3撃目食らってそのまま死亡。てか HP 最大時カットアップが全然仕事してないんだけど。そっか、ハルモニアの攻撃は連撃多めだもんね。ダッシュ付きも含め連続で食らう攻撃が多いから HP 最大時カットアップはあんまり有効じゃないのかもしれない。少なくとも復讐者は強靭終わってるから大体チェーンしちゃうし。いやレベル1なら強靭度は皆似たようなものか。HP 最大時カットアップの優先度はもう少し下げて良いのかもしれないわね。でもこれで勝利への道筋は見えたわ。やはり狙われは不要。3回して撃破が低火力での結論戦法。あとはミスなくやりきるだけね。次。やっぱり村はなし。味方は追跡者さんと復讐者さん。計り承認で夜ボスネタバレ。血の君しかしんどいな。梶村はどれも高低差あるから遠距離武器があれば一方的に攻撃できるわ。相手の遠距離攻撃だけ注意ね。鈴鳴らそうと思ったら間違えて上血雫飲んじゃった。いやまあ効果時間は無限だから今飲むのも悪くはないんだけどね。瀕死で効果消えちゃうから慎重に立ち回らないと。まだ1日目だし。1日目夜、2人はひどいものね。何一つまともなのがないわ。2日目に北西ボロボヤで攻撃命中時 FP 回復プラス2。まあ最低限ね。ダイヤ H 宝箱漁ってたら歩き呪霊発見。これはでかい。再び神取り戦士を屋根上から狙撃。今度は歩き呪霊あるから止まってはいけないのがちょっと面倒くさい。落ちないように気をつけないと。こぶせ。油断したー。最悪、上血の効果消えちゃったし。味方ももう先行ってるから救助も無理か。いやセバスチャン、あなたならやってくれると思ってたわ。でも消えた上血バリアは戻ってきません。一人で地下に来たけど鈴玉狩りはノーサンキュー。
こいつはいくら FP あっても足りないわ。諦めて屋上の方行きましょう。そしていつも通り完璧な屋上ショとか見せます。成功した。やったー。動画で1回で成功したのいつぶりかしら。というか今まであったっけってレベルなんだけど。歩き呪霊のおかげでどれだけ鈴鳴らしても FP が尽きない。マジで最強だわこれ。ただしもう少しで削りきれるところで雨に飲まれる一行。いやここは撤退しない。アーツ使って残り15秒で削りきる。どうせ死んでも失うのはルーンだけ。だったらここは戦い得でしょ。ただ15秒では削りきれず。しっかり時間把握して聖杯飲めたのは偉い。そしてなんとか削り切った。ここでなんとかあの洗剤を回収できれば勝ち。危ない今死にかけた。まずは味方を起こしましょう。一瞬で HP なくなるわねほんと。でも祝福あるから聖杯飲む必要はないんだけどね。攻撃命中時 HP 回復プラス8は強いっちゃ強い。まあ私はいらんけど。無事みんな洗剤取れたみたいだし思い残すことはないわね。回復、歩き呪霊と攻撃命中時 FP 回復以外は火力体で埋めた。HP 最大時カットアップなんていらねえ。大事なのは火力。ムラなしだったのにかなり仕上がったんじゃないかしら。さて一つ目のラスボスの時間よ。と言っても今回の私は実質 FP 無限。FP さえあればあなたなど怖くないということを思い知らせてあげるわ。でも歩き呪霊は鈴の呪霊に比べるとリーチは全然ないからある程度近づかないといけないってのだけはちょっと不安ね。あと一応歩きセールも取ってあるわ。こっちもうまいこと当てられれば相当 FP 回復できるわね。みなさいこの FP ゲージを。ガンガン鈴鳴らしてるのに一向に減る気配なし。歩き呪霊最強。で2ヒルタイム。せっかく上血使ったのに無駄になるとは。ここでアーツ使うのが後に響かなければいいけど。さていつも通り幻影やり壊し。おおすごい勢いで削れる。歩き呪霊もそうだけど火力体もしっかり拾えてるからね。3発ぐらいで壊しちゃえそうね。計3本も壊せたら十分でしょう。今血縁ってた？どれだけリーチあるのよほんと。危ない危ない。歩き呪霊当てたいがために接近してるけどこれ危険すぎるわね。普通にもっと超遠距離から鳴らした方がいいかも。多分歩き呪霊のせいというかおかげというかいつもに増して敵のタゲを取る気がするわ。ヒット数がとんでもなく多くなるし当然か。狙われてるとさすがに鈴鳴らせないんですけど。ちょっと落ち着いて血の君子さん。鈴もクロスボウもなかったらどれだけ厳しい戦いになるのか見たくもないわね。もう何回目かわからない幻影やり召喚。味方いないからここはフレちゃんおとり。ここでファミリーおとりを使えるのが復讐者の強み。ってこっち来てるんですけど。いつもは絶対ファミリーの方攻撃してくれるのになんで？歩き呪霊のせいか。数少ないデメリットね。攻撃したくないタイミングで攻撃してしまう。まあその後はしっかりフレデリックがタゲ取ってくれて事なきを得た。聖杯使い切っちゃったしここは祈祷回復。成功も切るわ。まあまだ1個目。歩き呪霊あるから3日目もそこまで FP カツカツにはならないでしょう。今度は私はおとり役。でも味方がしっかり3本くらいやり壊してくれてるからだいぶ余裕があるわ。大事なのは火力ね。火力なければ槍も壊せないし血の君子削るのにも時間かかるから自利品になる。防御なんていらない。全部回避すればいいだごにゃ。次馬前弟子だ。HP 最大時カットアップも大事です。ともあれ血の君子討伐完了。なんだかんだやっぱりいつ戦っても強い。3日目。HP ガスの200のままで HP 最大時カットアップもなし。すべての攻撃がワンパンだと考えた方がいいわね。しかし問題ない、私なら。さあ今度こそ。前座は100倍速。はい終わり。FP も満タン。じゃあ後ほど会いましょう、また合体時に。今回も私が真ん中か。味方の位置も見てないとね。いきなり2人？それは聞いてないんですけど。こいつら最初から全力で殺しに来てる。アーツ使うしかない。やめろ貴様ら。ルールを守れ。今すぐ一体矛を収めなさい。よしとりあえずおとなしくなったか？このまま距離取って。味方の位置が近い。これはまずいかも。
ツボ派。そう。なんで今回こんな全力出してきてんのよ。でも今のダブルジャンプ連撃、頑張ればかわせそうだったわね。ちょうど両方ローリングが間に合うタイミングだった。焦って連打しなければ完全回避できたまである。いやさすがにこの状況で冷静にタイミング取るのは私には無理だけど。本番開始1分も経たずにこの状況。今回は無理か？また負けるのか？でもひとまず追跡者さんを信じて敵のいない方向へ集まりましょう。やばい。HP が。ここからじゃ見えないけど死闘を演じているのね。頑張れ追跡者さん負けるな追跡者さん。追跡者さんがこっちまで来てくれたわ。これで応援にも精が出るってものね。いいパリーよ。仕留めた、ここがチャンス。私、勝つ。ごめんもう一人の救助より自分の安全優先します。救助は温まってからで。と思ったら追跡者さんがもう一人も起こしてくれたわ。私と違ってとても味方重いね。とりあえず救助後の不安定な状態は脱したかな。あとはとにかく真っ先に味方から距離を取りましょう。ただ追跡者さんが多分フィールドをぐるっと一周してきてるから、今どこに分裂体が位置してるかがわからないのがちょっと不安。周囲の状況には要注意ね。おっとやられたわね。3ゲージはさすがに追跡者さんでは分裂中の救助は無理。私のアーツもあるけどここは次の合体まで頑張って削りましょう。よし来た。やっぱ火力は高いわ、今回。HP 最大時攻撃アップ2つに魔力攻撃アップ。これが呪霊鈴と歩き呪霊と歩き聖油に加えてこの2日目夜に得た巨剣陣にも乗るからね。あ、歩き呪霊は魔力じゃなくて聖なんだっけ。それでも前回と比べて明らかに削るペースが段違いだわ。HP 最大時カットアップ謎不要ということよ。まあ HP200 だとハルモニアに限らず HP 最大時カットアップ1つだけだと貫通してワンパンされること多いからね。なんかいつの間にか大ピンチなんですけど。しかもこの位置はまずい。死ぬ。アーツで緊急回避。よしとりあえずなんとか。できればアーツは救助に取っておきたかったけど仕方ない。直線突進なんかちょっと右にずれてるわね。この後はすぐに近づくこと。中途半端な距離が一番危険。よし危なかったけどなんとか避けられた。で最後の出血大臨界か。このスタミナでも逃げ切るには問題ない。けど完全に味方と分断されちゃったわね。これはちょっと今救助はできなそうだわ。味方はそっちか。一応敵集団とは距離離れてる。これなら分裂中でも救助向かってもいいかも。はいまず1人。月北の個体の攻撃が。よし最悪ガードで受ければいいだけね。物理オンリーなのは本当に助かるわ。からのアクティブ変更。あの距離でも起きるのか。なかなか味方の方に行けないわ。また交代か。こんなに頻繁に起こるの珍しいんだけど。もっと距離離さないといけないか。これでやっと2体目。頻繁に交代されるからペースが遅いわね。まあ総 HP 的には誰削っても変わらないからいいんだけど。今度は土持ち個体か。土は連撃が危険だから注意が必要ね。そこでそれ。こっち側敵が多いから困る。向こうにもいるわね。ちょっと囲まれつつあるか。でも3体目処理完了。味方の距離はわからないけど方向的に敵がたくさんいていけない。左から大きく回っていくしかないか。4体目も撃破。この戦い、ここまでダッシュから以外の爆速に連突きを1回も打たせてない。やはり大事なのは正面に立たないことね。5体目も空中撃墜。こっち側に抜けられたおかげでスペースに余裕ができてる。これならかなり安定して戦えるわ。味方の位置は、ちょっと救助には厳しいかな。真ん中あたりはどうやっても常に敵がいるからね。6体目撃破。ここまで来たらもう合体まで1人でやるわ。救助はそれからでいい。
でもお前が変身するのはちょっと嫌なんだけど。最近知ったんだけど脱退形態に変身するのはリーダー個体で固定らしいわね。リーダー個体になるのは前座で最後に倒したやつ。今回は口持ち個体。今まで普通にランダムだと思っていたから目から鱗よ。さて救助はもうアープでやるとして、この槍に合わせて使いましょう。みんな起きろー。待たせたわね。2回目の槍も華麗に回避。蛇行突進はこの位置だと怖いけどアープ中だから問題なし。こういう時に限って回避できちゃうものよね。味方もまあまあ死にかけだけどアープで耐えたみたい。やっぱ節の更新しか勝たん。覚悟にも節乗るようになって本当に良かった。無事全員生存で次のフェーズへ。各々距離もしっかり取れてるしいい位置関係ね。でもなんで2人来る？まあ私にかかればこの程度。なんで食らった？スタミナ気にして最初の疾走解除するのが早すぎたか。それに加えて高低差があったのも原因かな。普段は右歩きだけでも避けれるけど右が高くなってる時だけたまに当たっちゃうのよね。襲ってきた2体はすぐに味方の方へ走り去った。味方は危険だけど死ぬ様子はないってことは大丈夫ね。むしろ今私の近くに敵がいないから救助してくれるかも。自分は分裂中救助しないのに味方には期待する模様。あれ？なんだ？急に向き変えて。狙われもなければ今回は仮防運長もない、救助もしてないのに。いやあれはセバスチャンか？なるほどセバスチャンは狙われやすい特性を持ってるからそれのせいね。セバスをおとりに味方の自由時間を作ってその隙に救助？おいおい天才か。そんなやり方があったとはね。またそれぞれ3回して確固撃破状態に持ち込んだけどここで再びの試練。来るわよね。来るなら早く来なさい。イヤホンとは来なくていいけど。やっぱり来た。セーフ。今本当はスカリジャスト回避での長い無敵時間を利用しようしたのだけど普通に失敗した。2体目の攻撃にローリング間に合ったのはラッキーだったわね。急にスンってなるのやめてね。やっぱりアクティブチェンジか。今めちゃくちゃ密着してた上に攻撃を入れまくってたのに一体どういう理由でこうなるのよ。こっちにもいるし、ちょっと危ないか。距離取らないと。思ったんだけどこれジェット回避すればソーギアなら毎回アーチ叩き込めるのよね。それ最強じゃない？もしかしてソーギアが救いの機種一番の適正かも。再び一人になってしまったか。まあだけど問題はない。さっきもできたんだし今度も同じことができないはずはなし。復讐者ちゃんの一人プレイを50倍速でお楽しみください。よし3回目の合体。また味方を待たせまくってしまった。どうしても分裂中の救助に自信が持てなくてね。やべこれは届くか？もう槍は来ちゃう。あや？槍全然ここまで来なかったわね。蛇行突進だけど今度は大丈夫。ちょうどいつもの位置をキープできてるわ。さっきの槍フラシだけど、これ地面に光当たってる位置まで来るってわけじゃないのね。実際に槍が来るのは照らされてる部分よりかなり内側なんだ。知らなかったわ。まあ玉投げを置いてしまった。ちょっと距離怪しかったけど直線突進も OK。あ、OK じゃなかった。とりあえず一旦距離離さないと。私は救助には行けないわね。追跡者さんがどうか。割と近そうだから行ける？結局救助は諦めたみたい。でもその判断で正解かも。今無理に起こそうとするとその後の分裂体の挙動にまで影響するしね。3回目の合体以降は時間ですぐに合体するようになるから当てる必要はないわ。敵来ないんですけど。またやっちゃったか。分裂する時にできる限り近づいたつもりだったんだけど。思ったより遠くに出てきたわねあいつら。ちょっと近づいたらようやく来た。ここで時間浪費するのはどうなんだろう。安全に合体させられるから救助的には悪くないけど、ダメージ的には損失よね。ほらもう合体。全然削れなかったわね。これはちょっと一よけ厳しいか。フレーム回避するわ。はい余裕。最近なんか上手くなった気がする。でも今のは普通に左走ってれば一よけできてたわね。
さっきの学びが活かせなかったわ。あ、タグ変わっちゃった。救助始めてたからか。ハルモニアがそっち行っちゃうとちょっと。また死体の近くに。これは次も救助難しいかも。今度はちゃんと最初から来てくれたわ。向かってくる間に鈴鳴らす余裕もある。これだけで1300だね。敵体力残り2割。鈴最強、鈴最強。これで終わり。味方のことは一旦忘れて削ることだけ考えましょう。どうせアーツも溜まってないしね。来るのは今倒したばかりのやつ。タコ隊と相当距離が取れている少佐。にしても歩き呪霊特権で前が見えづらい。今回の接触前に6割以上削れたわ。そしてまた合体。さっきからリーダー個体ばっかり私狙ってくるけど私が青のホストなことと関係あるのかな？合体時の向きと位置を調整できるから別にいいんだけど。再びフレーム回避。うますぎか？普段ならガード受けなんだけどレベル1だと出血蓄積に耐えられなさそうだからね。またタゲ変更？今回は救助もしてなかったように見えたけど。でもやっぱり死体と近いか？さすがにそろそろ救助したいんだけど。は？蛇行突進じゃない？なんで？その攻撃は今やったでしょおばあちゃん。一体何が原因でこれが起こるのかしら。タゲしてたキャラが死ぬとかでちょっと挙動変わるとかはあるけど、今は別に誰も死んでもなかったのに。そしてようやく出血退輪。今回の救助は無理だごめん。でまた敵が来ない。また距離取りすぎた？でも分裂する瞬間の感じだとそんなに距離あるように見えなかったんだけど。分裂体はあの弾けた場所よりもっと前方に出現するのかな。あれ？復讐者さんいるじゃない。もっと向こうだと思ってたわ。これだったら今アーツ使ってしまいましょう。もう敵の残り HP もわずか、ここで決めきるわ。でも襲ってくる気配すらないんだけど。お、たった。来る前にかなり稼げるはず。あや？味方のクロスボウか。あ、追跡者さんが。あ、でも焦ったわ。これで負けることはない。これで終わりにしましょう。私たちの長い戦いを。最後も当然呪霊予備の鈴。ありがとう。あなたは本当に強かったわ。いや。たー。イエイイエイイエイイエーイ。ありがとう二人とも、またレベル1で会いましょう。というわけで救いの騎手ハルモニアに勝利。8戦目にしてついに、ね。長かったわ。この戦いも今までの8戦も。今回は前座含めれば35分以上も戦ってたのね。私は必死だから長くは感じなかったけどずっと待たせてしまった味方にはちょっと申し訳なかったわね。にしても強かった。間違いなく今までで最強。攻撃の密度が高すぎるのよね。レベル1だとほとんどの攻撃がチェーンするから見た目以上に火力も高い。その上倒すごとにどんどん攻撃バフが積み重なっていく。やっぱり耐久を捨てて攻撃に特化したのは正解だったわ。あと8戦もかかった原因の一つがこいつ。こいつやっぱ夜ボスとしては強すぎる。結局敗北のうち2回は血の君主にやられたわけだしね。まあでも2回の敗北とも装備がボロボロの時だったから、こいつに負けてる時点で先はなかったでしょうけど。さて残るとこよはついに一体。こいつらに比べればとこよ狩りを謎今更大したことない。一戦で軽く終わらせてあげるわ。では今回もご視聴感謝。また見てね。